はじめまして。私たち夫婦は3年前に西伊豆に老後移住をしました。西伊豆は老後移住するのにはおすすめの場所だと思います。老後移住を計画している方の参考にしていただければ幸いです。私たちは趣味のカヤックやサップができる場所が希望だったので、海の近くに住みたいと考えていました。はじめは土地勘のある千葉県の房総半島を考えていました。半島の先端にある館山市や南房総市など、何度も現地に行き、物件を探しました。限られた予算の中での物件探しになりますので、なかなか希望通りの物件には出会えませんでした。物件探しの方法などはまた別動画でお話しします。その後、伊豆半島も良いかも。何度か行ったことのある伊豆高原で物件探しを始めました。伊豆高原は老後移住に人気の場所です。かなり本気で探したかったので、3ヶ月間駅近くのアパートを借りて、そこを拠点に物件探しをしました。伊豆高原での物件探しの話も別動画を作りますので、ぜひ見てください。伊豆高原は人気の別荘地でもあるので、大手の不動産会社も入っていて、かなりたくさんの物件があります。ただ、私たちの趣味のカヤックやサップの出店できる場所が見つかりませんでした。なので、少しずつ南にずれて、東伊豆町、河津町、下田の物件を探しました。伊豆高原の時とは違い、物件の数が少なかったのと、歩いて海まで行ける物件を見つけられませんでした。その後、ネットでいろいろ調べている時に、YouTube チャンネルの古民家一人暮らしというチャンネルを見つけました。チャンネル名にある通り、男性が一人で古民家を借りて暮らすという内容なのですが、とても丁寧な暮らしぶりと動画の美しさに、何本かの動画を見て、そこが松崎町だと知りました。考えてみると、伊豆の西側は、沼津より下には行ったことがありませんでした。せっかくなので、唯一見つけた物件を見に行ってみることにしたのです。西伊豆の地元の不動産屋さんに案内してもらいました。その日、初めて訪れた西伊豆は、どこか懐かしい雰囲気のする街並みと、どこまでも透明な綺麗な海は、波も穏やかで、カヤックやサップをするのにはうってつけの場所でした。港は釣りで人気があり、ダイビングショップもたくさんありました。海で遊ぶにはとても良い環境でした。あとは物件ですが、今までの希望条件を一から考え直さなければいけませんでした。なぜかというと、中古物件のほとんどは築50年は過ぎている家ばかりだったのです。それまで探していたのはリフォーム不要の即入居可能な家を探していたのです。別荘だった物件は外観が傷んでいても内装が綺麗な物件が多いです。年に数日しか利用しない別荘と自宅として住んでいた家とでは違って当然なのですが、物件自体の購入価格はかなり安く済みそうだったので、購入してからリフォームをすることに。リフォームにはどれくらいかかるか、少し調べてみることにしました。それ以外にも老後暮らすための条件を具体的に考えてみることに。老後移住ということは終の住処になるので、近い将来、車の運転ができなくなったとき、買い物、病院、
など生活していくのに、最低限必要なものは大丈夫なのか。便利を求めてはいないけれど、いろいろ考えて不動産屋さんにお願いしたのは、歩いて行ける場所に郵便局とスーパーマーケットがあり、病院通いに何かしらの交通手段があること。そして宅配便が届くこと。そんな条件を言ってみたところ、ちょうど良い物件があるよ、と案内されたのが、今の我が家になります。今の自宅を選んだ理由や近隣環境、購入するのに悩んだ点、詳しい話は次回の動画でお話しいたします。質問などはコメントでお願いいたします。できる限りお答えいたします。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。